ありがとうございます。いいですか。どうぞ。もちろん。じゃあお邪魔します。これ何ですかって、ここもともとこう棚が上がってるんですよ。そうなってるんですね。で、カナはここをペアっとこのままはいこの生地でスーッとやってるんですけど、はい純正っぽくこういうのは作ってあるので。なるほどなるほど。純正の何ですかって言われるんですけど、はい。あ、上がってるところなるほど。あ、わかりました。ここがね、ブラックボックスだったよね。どうなってるかわからなかったから。なるほどね。じゃあ、まずスイッチパネルです。はい。さっき言ってましたこれですね。はい。これ消した状態で、この消えてる状態です。で、ここを長押ししてもらいます。こんな音がして画面が現れてきます。で、今これなんですけど、これが、これをつけておくことによって、昨日だと1だったやつが、3個なかったやつが上がってくる。で、つけてもらった方が、メインバッテリーの方にちょっと充電するので、いいかなと思います。で、いくつかのこの、あるんですけど、これは照明の元線です。でですね、はい。で、それぞれに全部スイッチがあるので、はい。これだとか、これだとこことか、はい。ああ、なるほど。ですね。すべてそうですね。はい。で、次これですね。コンセントマーク、これはインバーターですね。なので今ここ電源入ってないんですけど、これを入れると、こうして入りましたね。入りましたね。はい、入りました。はい、これで100ワットがよく使えるので、いきなりは使えないんですけど、一応こうタイムラグがあって使います。これは雪のマークなので、はい冷蔵庫のメインスイッチです。ああ、なるほど。はい。はい。まあ冷蔵庫ここにはなるんですけど、はい、まあ大体どうだろう。冬場だったら 1.5 ぐらい、夏場で 2.5 ぐらい。で、凍らしたいなぐらいの時だったら3とか4とかにしてもらえるといいですので。わかりました。満タンだと何ボルトなんですか？いや、基本的には12.5 で満タンなんですよ。あ、なるほど。ただ、電圧自体は 13. 点いくつっていうので入れたりしてるので、そこの数字が出ちゃうってなる。なるほど。はい、だから 11.2 までは使えます。はい。普通に。はい。全然問題なく使えます。これもそうですよ。水を裏から入れていただくんですけども、これだけで出すだけですね。はい。もうタロとしてますけどね。はい。これモーターずっと動かしてて、はい、なんか焼き切れたって言ってる YouTuber がいました。多いですね。忘れてしまうっていうことが多いのと、で、僕もこれ乗ってる時あったんですけど、はい、一応鍋かも入るので、はい、案外奥行きもあっていいかと思います。通常のバーテンだとここまでなんです、高さがね。はい。で、もっと奥行きが狭いので、ほとんど物入らないんですけど、そういうことなんですね。はい。奥行きもあって、はい、普通に入れてました。わかりました。はい。あ、これをスマートシールですね。僕は使ったことないですよね。これなんか、はい、壊れやすいっていうのを聞きました。すべて壊れやすいです。あ、そうです。そういうことですね。すべてスマートシェードもロールキットっていつもあるんですけど、結局こう仕掛けるんだよな、これ。これ仕掛けんじゃない、これあれか。ガチャッと刺すんですね。刺すんですか。はい。この間に刺すんじゃないですか、この間に。なるほど。あ、はい、そういうことなんですね。ロールキットってやったら本当にこうやってピッと引っ掛けて、またピッとはやつもあるんですけど。これもう一回やっていただいてもいいですか。これまず見ないと僕老眼なんで見えない。すいません。ここに入れる。刺します。で、取るときはこれグッと取れるんでしょうけど、きっとちょっと上げた方が取りやすいです。なるほど。ありがとうございます。そうします。すみません。はい。基本的にまずこれのがありますよね。で、これを下げてもらって、下げる。はい。上げます。ロックを外すって意味ですね。なるほど。で、この状態にして一旦ロックを上げるところで上げます。なるほど。これで下がりはしないですね。で、メインスイッチが入ってある状態で、メインスイッチ入ってる状態で。オンオフを動かします。で、まずこれで動きます。はい。これ最後のものがそのまま設定残ってるっていう。いや、残らないですね。まず一回やってみましょうか。これ消しましょうか。そしたら。残るこれのことですか。そう設定は。そういうことですね。じゃあアウトの状態だったら常にアウトで。はい。
ただ自分たちがいない時は出しておいて、自分たちがいる時にはインにするっていう考え方の方がいいと思うんですよね。ただね、食事する時は出した方がいいですけど、熱くならないためにやるんだったら、いない時はどんどん出してもらう。なるほど。はい。で、開ける時はプッシュしてもらいながら回します。はい。このまま回してしまうと回るんですけど、はい、ここにあるこの機能が壊れてしまうので、はい、遊んだまず押した状態。はい、押して、はい、押して回します。はい。これで本当はこの紐がなければ無段階となります。なんかキャンピングカーの規定かなんかであれなんですよね。キャンピングカーとか普通の車でそうなんですけど、はい。僕が15センチあるとかね、トレーラーなんかって本当に中に乗らないので、今回ならそれでも適用が一応。ぜひお願いしたいのが FF ヒーター。つけてませんでしたね。ぜひお願いします。今日多分やると思うんで。一番簡単なのは完全にここ押すだけです。まずこれで23度出るので、ここに矢印があると思うんですけど、これを27度とか28度して、ここを押した状態でもうそのままセットになります。なるほど。で、今からもうつきますっていうことになります。ついてるかどうかっていうのはこの色がそうですね。画面上にはこのファンマークです。これだ。ただ最初の間は風ですけどね、もう燃焼しない部分にあれなんで。これはガソリンで。そうです。この車の燃料ですね。で、今押しますとちょっとしますね。ここには画面が出ます。これがシャーム温度設定できますよとか、ファンですよとか、タイマーですよとか、セットですね。一回セットしますね。そうするとこの状態です。で、さっきつけました。23度戻りましたよね。リセットしなかったら28度は。この動画で撮ってると、これがいずれ結構ないんですけど、早くしたいんでこうやってやっちゃうんですね。ここに一応ハンマーついてます。それと燃焼し始めて、大体どのぐらいでは高いですかね。5分ぐらいですかね。そしてなんかスピーカーが私アルパインだと思ってたらパイオニアになってますね。なってますね。あ、そうなんですごい。JBL じゃなくなったんだ。あれはすぐになくなりますよね。1年も持たないうちにもうやめちゃいますよね。すいません。その流れでなんかサブのスイッチのやつを教えていただいてもいいですか。はい。じゃあ今こちらですね。今キーはついてるんですけど、アクセサリーが何も入って大丈夫ですか？入ってない状態だからかかってない状態ですね。ここを押していただきます。はい。サブバッテリーでやってこれがはい。テレビはあくまでもモニターです。ここから音出ないので。はい。今なんかダブってますね。ダブっていうのが出すときにそうしないと、そういうことですね。出るんです。はい。で、チャンネルははい。で、ここになってもらって、わかりました。変えるっていうことですね。ここが赤外線の。そうですよね。はい。その後もそうなんですけど、はい。入れたりして、はい。すぐ、押すところがあるんですね。入れて下げたりとか、こうですね、ここを外して、はい。上げるときここをちょっと外してあげて、上げないと、上がらないんで。インバーター入ってますね、あそこに。入ってますね。この状態で普通につけてもらえれば、これが自動ですか。今暑いんで、冷房にしてみますか。はい。冷房で。家と一緒です。これで走ってる間もつこれは使わない方がいいですよね。止まってるとき。はい。車のクーラーだけで寒いと。あ、そうですよね。はい。逆に寒いと。逆
歩道なんかでこのエアコンがついてないと走行中暑いって言われるのは逆に本当にトラックなんでこれがないんですよ。なるほどなるほど。だからそれがついてない車を中古車で昔古いの買うともう暑くて乗ってられない。ああなるほど。はい、だから最初につき始めたのが